ちは、リアンです。今回は桜間和風島の続きを作っていきます。早速始めましょう。作る場所に移動しましょう。今回はこの辺りを作っていきます。マップではこの辺りです。ちなみに前回のエリアはこちらです。まず川を上に伸ばしていきます。自然な川に見せるためにくねくねさせていきます。こちら側はなるべく左側と同じ形にならないようにしています。1、2、3、4、5マスの端をこの辺りにかける予定です。では中を埋めていきましょう。橋の予定地に印をつけます。こんな感じになりました。角を丸くしていきます。自然な形になりました。川をさらに伸ばしていきます。上に12マスまっすぐに伸ばします。奥に橋を架けたいので、川の後ろに横5マスの崖を作ります。さらに横に11マス伸ばしていきます。右側も13マス伸ばします。上に4マス崖を拡張します。少しずつ崖を増やしていきます。滝を流しましょう。崖を奥に5マス伸ばしていきます。川を縦に5マス伸ばします。横5マス分広げていきます。左にもう1マス崖を追加します。川を奥まで伸ばします。左端に縦9マスの崖を作ります。できた隙間を崖で埋めていきます。縦10マス、横11マスの崖ができました。川の右側にも土地を作っていきます。土地作りが終わりました。こちらの崖は横13マス、縦10マスになりました。ではこの辺りをクリエイトしていきましょう。まず前回作った道を横に7マス伸ばします。下にも7マス伸ばします。右に7マス伸ばします。どんどん張っていきましょう。砂浜との間には石畳を敷きます。では飾り付けに入っていきましょう。道を柵で囲っていきます。浜辺への入り口を開けておきます。竹を低いままにしておきたいので、隣にフルーツの幼木を植えておきます。ここは温泉水を飲むことができる飲泉所です。次に砂浜を飾っていきましょう。4×4 マスのラグを敷いていきます。縦板の柵で砂浜を囲みます。隙間を家具で埋めていきます。
からある岩の近くに岩の家具を置くと自然に見えます。埴輪のお花見会場を作ります。桜が島のテーマなので花びらも散りばめておきます。砂浜が完成しました。次に川周りを作ります。3種類の低木をランダムに植えます。自然な感じを出すために同じ家具や植物はなるべく離して置いています。左側にも木が欲しいと思ったので植えます。顔の右側も同じように飾っていきます。川周りは完成です。ここに池を作ります。白い菊で池を囲みます。川沿いに桜並木を作っていきます。階段を設置するので印をつけておきます。反対側も同じようにします。ここは建物にするので4マス、5マスの崖を作ります。調整しながら道を作っていきます。デッキの道をつなげました。仮した石畳を川沿いに敷いていきます。その上に和風の柵を立てます。反対側も同じようにします。川の中を飾っていきます。
柵の両端を横向きに変えてみます。こんな感じになりました。道を敷いていきます。こんな感じで敷きました。建物周りを作っていきます。このシーンのみ録画漏れのため再現です。西部の街並みで崖を囲っています。上から見るとこんな感じです。入り口っぽく飾っていきましょう。崖上も飾っていきます。建物の2階を作っていきます。木で隙間を隠します。和風な柵で囲みます。土地を伸ばしていきましょう。この穴に桜の木を植える予定です。木を植えて立体感を出します。崖を一マス奥に拡張していきます。隙間が増えたので木をもう1本増やします。ここは行き止まりにします。奥の景色を見渡せる場所にします。階段と橋を設置しました。石畳を下に8マス伸ばします。道をタイルで挟みます。
こに住民さんのお家を移設します。タイルを拡張していきます。家具で崖を隠していきましょう。ここは休憩所にします。家の位置が一マス前にずれていたので移設しました。このお家はお寿司屋さんです。店主は桜島くんです。右側は次回以降作る予定です。行灯を置いています。最後に崖上を作っていきましょう。崖の前が空いていて気になったので岩を置きます。ここにももちくんのお家を移設します。移設完了しました。お家周りを飾っていきます。最後に砂浜周りを修正したら、今回のエリアは完成です。ここまでご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。